からでも行ける？どっちが行きたい？こっち。なんかさ、普通に道路にさ、こういうちゃんとさ白線があってさ、バイクが止められるようになってるっていう景色が不思議だよね。このお花お母さんに見せよう。このサイズでさ、本当だ。なんかこのお店温度計ついてる商品結構いっぱいあって、お茶を美味しい温度で飲むためだ。ここに茶葉を入れたら飲めるってこと。見て、これ柄がほら、ポスターも売ってるんだね。トリックバッグって書いてある。単品があるよ。美味しい温度まで書かれてるの。これお手軽に飲めるやつだね。これかわいい。絶対にあれだけど、このさ、軽い。こちらを購入します。どのキーにしますか？ああ、雨が多いから傘屋さんもあるんだ。Aiden. A normal. Max.あうまい。あ、ここにいるじゃん、タピオカ。台湾のタピオカって美味しい。みんなこのもちもちなんだね。いっぱい来た。結構入ってきちゃった。
違うみんな。あ、お水高いか。コンビニの方がお水は安いね。ちょっと一旦スーパーでお土産を調達します。久しぶりに電車に乗ります。双北市中玉台北欢迎您，双北市中玉。オレンジなの？見て、壁も可愛い、ほら。スイカ？ひまわりの種いっぱい売ってる、ほら。豆乳？これサイズがちょうどいいくない？一番ほら。これにしようか。34元の真ん中のやつ。違う魚もいいよ。これにしましょう。スパッと持ってる。いっぱい買いました。じゃあドーナツに1回分か。すごいレジは打った瞬間から自分で袋詰めしていくスタイルでした。スーパーでお土産を買いました。ドーナツを買いに向かいます。なんとか。てかあれか、意外と時間あれか。そうなのよ。なるほど。茶葉屋さんが。小林さん何時までだっけ。ちょっと調べてみる。なんだかんださなんだかんだちょっと調子乗った。あります、ドーナツ。
熱々のドーナツなんだね。小さいお金持ってないとなかなか難しそうだった。まあでも1000円じゃなくていいってことはでも例えば台湾に来たばっかりで一番最初とかに行くとお金が崩れてないからちょっと注意。台湾ドーナツ買いました。いただきます。いただきます。こんな感じ。熱い。ミルクっぽい感じでちょっとふわもしっとりふわしっとりって感じ。優しいドーナツ。ちょっと昔ながらの給食の揚げパンを思い出すイメージもあります。美味しいです。めっちゃ美味しい。おいい音する。サクッと音する。めっちゃ美味しい。もう一個買ってもよかった。思った以上に軽い。軽い。あもっと脂っこいかと思ったけど出来たて熱々で軽いしもう一個食べたいぐらい美味しい。めっちゃ美味しい。もういい。一口美味しい。もう一口食べてもいい。どうぞ。美味しい。うわしっとりドーナツ最高。晴れてるけど雨降ってきました。ホテルに帰ります。5時。何かな。ネギ餅ホテルでも楽しめるじゃない。一応バラ売りじゃないけどこれから街をちょっと移動するのでお茶なんだっけローゼルグリーンティーっていうものを買ってみました。いただきます。なんかピンク。どうぞ。もらっていい？いただきます。トマトグレープフルーツジュース。赤い。お茶買ったつもりだったけど、なんかあんまりお茶じゃなかったけど美味しい。アマゾンみたいだよね。音拾えてんの？せっかくなんで歩道橋登ってみよう。歩道橋広い。これも可愛いし。セイロが安い。
下別売りでちゃんとある。違う。違うね蓋も見つかった。ジョッキ売ってるこういうカッティングボードあるじゃない。ねえ見て、お魚のほんと何でも売ってるね。このしめじみたいな、なんだろうこれ。あ、ミルだ。かわいい。買いました。6時半までなのかな。もうお店じまいしてます。すごい楽しかった。日が暮れてきました。ただいまの時刻が6時40分。一番有名なのは鉱山ウーロン茶ですよ。これはアリサのウーロン茶ですけど。これ梨山 D さん。香りが全然違う。上見えるね、みんな全部 600g なんですけど、結構あるので 150g だけ4分の1はできます。この量だけ。上見えるネタみんな全部割り4でこういう感じ。割る4で。そう、150g 最低限。台湾しかないお茶ですけど。なんか茶葉が全然違う。そう、このみたいな茶葉は真空することできないんです。真空ができない。真空すると潰れちゃう。ああ、なるほど。ジャスミン。そう、ジャスミンはね、1000年以上は台湾産ですからおすすめの。もう開けただけで。はい、これは2400元のジャスミンです。香り。ちなみにこれはウーロン茶。なんか形が違う。うん、これは金木犀。あ、やっぱそう。いい香りだった。ここはお花のエリアです。あ、ここがお花のエリア。これは手で。これは手で。これはマシンで。本当だ、ポロポロになってるんだ。だから値段差も結構ありますよ。本当だ。600と1000元の差。本当だ。手とマシーンで全然違う。白いの部分を見て、この茶っ葉。白い部分はね、ポイントですから、なんか値段がもっとかかると白い。あ、なんか私も思った。増えてくる。白が増えていく、どんどん。うん、香りもこっちの方が強い。すごい。機械でこうやってやるんだ。お茶の入れ方とかいりますか？お願いします。飲み方のシェイシェイ。ありがとうございました。ありがとうございました。買い忘れちゃった。お土産買います。じゃあ、これで。すいません。すいません。聞いてくれたのに。十何分後、また帰ってきて、あ、お母さんにあげる。自分の買ったらみんな忘れちゃうの。で、昨日は自分の買って、今日はお土産。なんで1時間以上かかる人結構いるよ。いや、こんだけあったらね、迷っちゃうよね。また後で。いや、もう本当に行ったら嫌がられる。あ、いるいる。あれ、五郎さんのお店。うわ、なんか嬉しい。五郎さんの聖地です。カステラやってない。売り切れ？はぁ
売り切れ。ソールドアウト。台湾カステラ売り切れだった。営業時間までそんな残ってるほど、そうだよね、フードロスになっちゃうもんね。もう本当売り切れるぐらいの量しか作ってないんだろうね。営業時間内だから行けると思うと売り切れてることも結構あります。で、一回夜市に来ました。カステラ売り切れだったからいっぱい食べるぞ。ミルクあげたやつ。たこ焼きって書いてある。たこ焼きだ。好安全啊！可以讲快点吗？大家观众组。食べ物ゾーン抜けるとゲームゾーン。豚、鶏、豚、鶏。あ、どっちもミックス。これがモバイルオーダーの画面。みんなモバイルオーダーでチェーン店って結構ありがたいね。わかりやすいし。以上でいきます。はい、OK です。お願いします。ヒゲのおじさん。勝手にヒゲのおじさんって呼んでるけど、どういう読み方なのか。鶏肉の美味しそうかもしれない。でしょ。で好きだろうなって。あ、ご飯に合う。甘い。甘じょっぱっていうよりかは甘い。うまい。で、こちら。美味しい。さっぱりしてて美味しい。なんかな、なんかね、こっち系の風味がする。なんか塩味だからといって別に薄くもないし、全然こっち食べた後にこっち食べても味が負けてない感じがする。こっちが美味しい。お腹空いてたからより美味しい。次はビーフ食べに行きましょう。鹿岛super，鹿岛。40元、200円。いただきます。ね。しかもこれ生ニンニク。香り嗅いだだけでこれ生ニンニク。美味しいということを確信するよね。確かに生ニンニクかもしれない。生ニンニクですすりおろし、屋台の前通っただけですごい惹かれたよね。このニンニクの香り。うまいわ。
超特大みたいなアイスできる。すごい膨らんできたね。一番出来たてだよ。皮むいたじゃがいもに見えるです。あ、オリジナル。99ゴールゲット。はい。サクって、見て、本当に衣だけって感じ。見えるかな。うまい。美味しい。優しい。うまみだね。帰ります。2日目終了。ホテルに戻ります。美味しかった。ね、美味しかったね。サラダがすごいね。すごいね。あ、これさ、なんかチキンみたいなのはさ、ないよね。これにする？照り焼きみたいな味なのかな。単品でいいかな。ちょっとそのまま帰ろうと思ったんですけど、マックを調達。日本では見たことないバーガーを買いました。ホテルで食べます。見つけた。台湾ビールの18日製造の缶バラ売り。やっと見つけた。10個ぐらい行ったんじゃない？コンビニトータルで。この OK の近くにあるこちらのセブンイレブンでゲット。やったね。ついにコンビニ10カ所ぐらい巡って18日ビールの缶1本売りを見つけました。ホテルに帰って飲みます。こちらのセブンイレブンです。ありがとうございます。ホテル帰りましょう。帰ってきました。最後で見つけたビール、台湾でしか飲めないらしい。いただきたいと思います。まずはビールからですね。飲みやすい。飲みやすい。ちょっと美味しく感じるかも。ビール普段飲まないけど。美味しい。なんだ。チキンがすごいはみ出してる。でっかいね。ほんと炭火焼きって感じ。なんかバーベキューって感じのチキンかもしれない。